まるで天をも焦がす火柱。京都では数少ない刀鍛冶、中西裕也さんです。ただの武器ではない。昔の人はやっぱり刀に神様がね、やっぱりいると思ってたと思うんです。京都府亀岡市。のどかな風景が広がる山あいの集落に中西さんの鍛冶場があります。幼い頃から日本刀に魅了され、20歳で福島県の刀工に弟子入り、7年間修行をした後、亀岡に工房を構えました。刀鍛冶の弟子っていうのは給料も出ませんので、無給で師匠から刀のことについて習うっていうふうになりますんで、なかなか好きじゃないとできないのではないかなと思います。日本刀のためだけに用いられる玉鋼は、砂鉄を固めた最上質の素材です。それでは複数の刀を使って工程を見てみましょう。ふいごで空気を送り、1300度の高温で玉鋼を熱します。そして鍛錬。真っ赤に焼けた玉鋼をハンマーで叩き伸ばします。折り返すために切り込みを入れます。こうして何度も折り返しては伸ばし、不純物を取り除き鍛えていきます。鍛錬には3日を要します。沸かし延べ。硬い皮金の中に柔らかい新金を入れ、一つに打ち伸ばします。この構造が日本刀の真髄。折れず曲がらず、よく切れる刀を生み出すのです。中西さんは機械のハンマーで鉄を打ちますが、かつては弟子との共同作業でした。呼吸を合わせて土を振るうのは弟子の仕事。相槌を打つの語源ともなりました。餅つきも杵をね打つ人がうまいっていうのは当然なんですけど、それよりもそのお餅をね混ぜる人、タイミングを作る人、こっちが非常に重要になります。かつて京都は日本刀の名産地でした。京都の刀は山城伝と呼ばれ、その多くはまっすぐな刃文、そして反りの中心が刀の中央にある京反りです。三条粟田口にある粟田神社。境内の一角に刀工を祀る社があります。梶神社です。祭神は平安時代の名工、三条小梶宗近と鎌倉時代の粟田口義満。粟田神社の鳥居の北側の竹林にですね、三条小梶宗近の住まいがありまして、その辺りで刀作られておったというふうに伝承が残っております。明治以降、京都の刀文化は廃れましたが、近頃の刀剣ブームで梶神社に参拝する若者が増えています。若き刀工中西さんは
山城伝に憧れ研究を続けてきました。2014年、京都府下のこの地に工房を開いたのも、少しでも京都を感じていたいからなのでした。やっぱり昔の人もですね、やっぱりその京都の風をね、風で京都の空気を感じて、でその結果京都の刀っていうのがこう完成されたので、京都市内からはねちょっと離れてますけど、京都にいることによってでしかやっぱり京都の刀っていうのはなかなか再現しにくいのではないかなと思います。続いて小槌で刀の厚みと長さを整える素延べ。刀身の幅と反りを決める火造り。そして刀鍛冶の最も個性が出る工程へ。日本刀はさまざまな部位から成り立っています。刀身の背が胸、真ん中の盛り上がった筋がしのぎ、しのぎから刃先の間の模様が刃文です。刃文は刀の顔。炭と戸の粉と粘土を混ぜ合わせた焼き刃土を刀身に塗って作ります。内側は厚く、外側は薄く、この違いが刃文になります。刀工のセンスが問われます。日本刀に命を吹き込む焼き入れ。高温で熱し、水で急激に冷やすと、切れ味の鋭い硬い刀になります。焼き入れは一発勝負。色で冷却するタイミングを見極めます。土を払い、焼き入れが終わりました。仕上げは専門の研ぎ師に任せます。完成品。憧れの山城伝の特徴を取り入れました。すぐ刃と呼ばれるまっすぐな刃文と反りの浅い姿。凛とした佇まいが美しい一振りです。ただの武器ではない。やっぱり自分の身を守ってくれるものなんで、やっぱり昔の人はやっぱり刀に神様がねやっぱりいると思ってたと思うんです。刀鍛冶っていうのはやっぱり日本人の魂をこう作る人っていうかね、神事に近いと思いますね。清廉潔白でいたいっていうかね、そういう純粋に刀だけをこう追求する存在でありたいなとは思ってます。中西さんは頻繁にワークショップを開いています。いつか山城伝の最高峰を再現したい。過去の名刀に学びながら小刀作りを通し、日本刀の魅力を世界に発信しています。
their soul is connected to the sword, and that's another dimension for us. We all are doing martial arts and learning more and more about that. It's not just physical, but it's also mental and it's spiritual, and this comes back to it as well. 刀鍛冶中西裕也さん。ご神体としても崇められる日本刀は作り手の心を映す鏡。日々の鍛錬を通して中西さんは技術だけではなく刀工たちの崇高な精神を受け継ごうとしているのです。